こんにちは。今日は好評鍋シリーズ第2弾、速攻で美味しい下味冷凍鍋、水を入れて加熱10分で食べられる手軽で飽きない鍋レシピを5品ご紹介。これをストックしてゆっくり年末年始過ごしましょう。それではいきますよ。同じ食材が多いので、まずは下準備から。買い物リストは概要欄に載せています。厚揚げは3枚熱湯をかけ、キッチンペーパーでしっかり押さえ、油抜きをします。人参は彩り要因として薄めにカット、2ミリぐらいの厚さにカットします。ごぼうは斜め切りにしたら水にさらしておきましょう。えのきは石突きを切ってほぐして裂いておきましょう。ちなみにお好みのきのこでいいです。長ネギも斜めにカット、これは2本分使います。ニラは 3,4 センチぐらいの長さにカットしてください。水菜は5センチ程度の長さにカットします。白菜は今回一回り小さいサイズを1個分使っています。食べやすい大きさにカットして散らかりやすいので、最後にこれは切りました。少し大きめの鍋に手羽中を入れて湯がいていきます。お肉はもも肉でも手羽先でも大丈夫です。お水を 1000cc 入れて沸騰させる。鶏のつめれをその間に作っておきます。胸肉ミンチと卵1個、片栗粉は大さじ2から3入れて混ぜたら、酒と醤油で味付けをします。小さじ1ほど入れて混ぜたらつみれの完成。沸騰した鍋に入れていきましょう。ここまでで 5,6 分ほど湯がいています。アクを取ったら空間を空けてつみれを入れていきましょう。ほとんどの鍋に入れるので多めに作ります。スプーン2個でやると丸く作れるので、あとは蓋をして弱火で 3,4 分、つみれを取り出し粗熱を取る。火を止めて蓋をしてこのまま 1,2 時間放置して出汁を取ります。今回手羽中鍋は2日分作りました。長ネギとごぼう、粗熱を取った手羽中6本、つみれを 3,4 個、ぶなしめじと白菜は入るだけ。お豆腐は少し冷凍に不向きなので当日に入れてください。折り込みを取って入れるとたくさん具材が入ります。醤油大さじ 1.5、 鶏ガラスープの素大さじ1、先ほどのスープを 500ml 入れたら完成です。しっかり止めて空気を抜いて冷凍庫に保管します。解凍は水で解凍しました。火は弱めの中火で蓋をします。豆腐は冷凍に向かないのでここで入れて煮込みます。蓋をしてグツグツ煮るまで 7,8 分ほどで完成です。今回はうどんで締めました。そばでもおじやでも美味しいです。寒くて味噌ラーメンを干して鍋にしてみました。白菜とニラ、つみれと豚肉は多めに 300g ほど入れています。今度はもやしを1パック分詰めていきます。意外と詰めると入るのでしっかり詰めてください。コーン缶は1缶分です。白だしとめんつゆ大さじ1ずつ、お酒は大さじ4、みりんは大さじ1、味噌大さじ2、鶏ガラスープの素大さじ1。これで完成です。解凍は水で解凍しました。水を 500ml ほど入れて蓋をする。お豆腐を投入。今回は半解凍だったのでお肉を少しだけほぐして、出来上がり前にバターを溶かしてこれで完成です。締めは何といってもラーメンで食べました。とっても美味しかったです。牡蠣は片栗粉で汚れを取っておくと匂いとふんわり感が変わるので下処理は欠かせません。片栗粉大さじ1とお酒と塩で優しく身を潰さないようにして汚れを取って、水圧に気をつけて洗い流します。では具材を詰めていきます。白菜を多めに詰めて、
つみれはこれは今回3個ぐらい入れました。きのこはえのきを入れましたが、お好きなきのこでも構いません。厚揚げ、人参、長ネギ、ぶなしめじも加えて、あとは調味料です。好きな野菜でもいいです。今回はお味噌を調味料で溶かして入れます。味噌大さじ 2.5、 みりん大さじ2、酒大さじ1、醤油大さじ1、砂糖大さじ1強。これを混ぜて溶かします。さっとで大丈夫です。流し入れたらごま大さじ入れて、ラップでくるんだ牡蠣を入れたらこれで完成です。パンパンだけど袋に閉じて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。鍋に出したら火は弱めの中火。500ml のお水を入れて形を整えて蓋をします。あれば鰹節を入れると香りが増します。沸騰したら豆腐と牡蠣を入れて、牡蠣は優しくほぐして火を通したら、あとはお皿に盛って完成です。牡蠣の出汁がとっても美味しかったです。締めにはおじや、牡蠣のお出汁が出たスープをグツグツさせて、出汁が少なくなったら溶き卵をかけ、気持ちおこげを作っていく。焦がしすぎは少し苦くなるので火加減は弱火です。牡蠣の出汁が染みていてとっても美味しかったです。カレー鍋は子供受けがよくってたまにするんですが、これも美味しい。白菜の代わりにキャベツでもいいです。人参と手羽中、冷蔵庫のお野菜好きなもの入れてもいいです。長ネギと豚肉、これはロースです。あとは水菜を入れてもう少し豚肉を足します。ロースと豚バラがあったので今回は両方入れています。カレールーは4つ。我が家はバーモントカレーの甘口です。醤油大さじ1、酒大さじ2、みりん大さじ1と本だし大さじ1弱。これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。毎度のこと、解凍は水で解凍しました。鍋に出したら水を 700ml 入れて、火は弱めの中火で蓋をする。和風だしにしているので、まずはノーマル辛い鍋で食べてから。2杯目にチーズを入れたら子供が食いついていました。締めはうどんがおすすめです。美味しかったです。優しくてあったかい鍋が食べたいときは豆乳鍋。お家にある野菜でも作れます。白菜につみれ、えのき、油抜きした油揚げ、人参も彩り要因に入れます。手羽中が余ったので入れておきます。豚肉はロースでもバラでも美味しいです。長ネギを加えて最後のメニューなので、キノコ類の残りを詰めます。パンパンですが締まれば OK です。白だし大さじ 2.5、 みりん大さじ3、酒大さじ1、ごまを切らしてしまったのでこれだけですが大さじ3ぐらい。これを入れると香りが美味しいです。味噌大さじ 2.5、 ここに水を 300ml 加えたら完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。今回もお水で解凍しています。鍋に出して具材をほぐし、ここに豆乳を 350cc とごま油を入れます。ごま油は大さじ1強ほど入れてください。鶏肉の火が通ったら完成です。香りと優しい美味しさでドハマり確定です。余り野菜は無駄なく冷凍ストックに。白菜は水気を切って詰めます。えのきやしめじは一緒に入れて裂いて入れる。鍋に野菜を追加したい時に役立ちます。水菜も水気をしっかり切ってから冷凍しましょう。
すべて空気を軽く抜いて冷凍庫へ保管します。今回は3種類の冷凍ストックができました。凍った後に余裕があれば取り出してほぐしておいてください。入れる時に出しやすいです。今回は鍋シリーズ第2弾を作ってきました。お正月や年末年始のストックとして作っておくと本当に便利でゆっくり過ごせるかと思います。皆様の年末年始が楽しく幸せなお休みになりますように。ご視聴ありがとうございました。今日のアイテムとエンドロールです。